恵子さん、今日はですね、恵子さんが考えてらっしゃる美容に対するこだわりをちょっとご紹介いただきたいなと思うんですけど。そうですね、美容に対するこだわりって言っても、パティキュラリーにね、こう具体的にって言われると、いろいろ思い浮かぶこともあるんですが、一番すごく大切だなと思うのは、やっぱり皆さんが一番初めに見るのはお顔じゃないですか。ね、お顔の頭のこの部分だと思うんですけど、やっぱりその時に皆さん一生懸命お化粧はなさるんですね。顔の半分以上占めてる髪ってあんまりそれに比べると少ないなっていう気がするんですよね。髪がこうなんかバサバサしてるみたいな、なんか髪のツヤ、やっぱり若い人って髪がツヤツヤしてるじゃないですか。で、髪の毛のツヤってなんか若さの一つの秘訣みたいに、もう本当やっぱりツヤツヤしてるんで、お化粧してなくても髪がバサバサしてるとなんかもうその日が一日。あ、そうなんですか。お化粧用はあんまりそんなにインポータントじゃないんですね、私の場合は。私の場合は顔よりもやっぱり髪の毛がバサついたりとか、髪のコンディションです。はい、それってすごい大切なんですよ。そこなんか恵子さん横になんかたまになんですけど、こういったローションを使って髪の毛がバサついてる時にこんな風にして髪をこうなんていうのかな、少し髪のこうツヤを出したりとかするんですけど、かといってあんまり油をつけてベタっとすると今度髪に動きがないんですよね。で、髪の毛に動きがないってことはちょっとセクシーじゃないじゃないですか。なんかカチッとしてて、なんかどっかのマダムみたいになっちゃって、やっぱり若さがね、それもなんか損ねちゃうんで、やっぱりツヤがあって動きがあるっていうのがやっぱりすごく大切じゃないかなと私は思うんですね。そうね、理想なんですよ。美容院にはどのくらいの割合ほとんど、日本にとか出張してる時は1週間に1回が必ず行きますね。はい。で、シャンプー風呂です。シャンプー風呂をして、その時に時間があれば必ずヘッドマッサージをするようにしてます。体とかが疲れるよりもやっぱり頭のね、その神経ってたくさんあるだろうし、あとは姿勢がすごい大切だと思って、鏡をねなるべく見るようにしてるんですね。だから自分がこう歩いてる時の姿の鏡とか、皆さん表面的にこうやって立った時ってこうみんな綺麗にこう立つじゃないですか。でも自分が歩いてるところの姿って割と見たことないと思うんですね。でその時に例えば顔がこう前に出てたりとか、それから特に年を取るとやっぱりどうしても肩がここが多分シュリンクするんだと思うんですよ。ここの筋肉がこうやって鏡で見てる時はみんなまっすぐこう立ってるんですけど、例えば自分の横で歩いてる姿とかあんまり見てるチャンスがないと思うんですよね。ぜひ全身の鏡は必ず置いてもらいたいと思いますね。で、歩く時の自分っていうか立った時の横から見ていただいて、この肩の線がこう前に出てたらこれはもう絶対要注意で、できるだけこの肩の線を後ろにっていう引っ張るようにして生活すると、私の一番大切だなと思うことは遠くから見てもね、みんなシワなんて見えないじゃないですか。そうですね。でもなんであの人年取ってるなって分かるの？顔のシワじゃないってことじゃないですか。でもみんな顔の一つのシワとか、それからあとシミとかすごい気にしますよね。すごい気にするんですよ。でもシミ一つ絶対3メートル前からあと離れてたら見えないのに、でもなぜか年齢が見えるっていうのはシミでもないしシワでもないんですよ。やっぱり一番大切なのは姿勢とか歩き方とかスタイルとか、やっぱりそこが一番なんですね。どうしても誰でもそうなんですけど、何もしなければ引力の法則で全体的に下がってくるじゃないですか。なんで胸があれってこんな位置にあったっけみたいな、なんかおへその方に近くなっちゃったんじゃないかなって、そこまでいかなくても絶対に下がってるわけですよね。胸の方がちっちゃくなって
ウエストのあたりに全部こう溜まってくるわけですよね。だからお肉が下がってでお肉が下がってもっと下がればいいんですけど、それがお腹のあたりで止まっちゃうわけですよ。結局やっぱりお腹の周りってすごく一番大切だと思うんですよね。でうちの主人が亡くなる前に、僕はね白髪になってもね、それからねシミができてもね、シワができてもいいよって、でもねお腹だけは出さないでってこう言ったんですよ。特に下腹出さないでって。だからなるべくウエストラインをキープしようと。じゃあ努力してるんですかって言われたら、してるかどうかは別として、それは別として、でも気にしてるんですよ。胸をこうやってこうもうこう広げた感じにすると全てがいいんですね。例えばこうやってやると酸素もあんまりこうなんていうの吸えないみたいな、やっぱりこう胸をこう広げることによってもう酸素もたくさん入ってくるイメージですし、それからやはりこう胸を広げる自然にお腹がなんかこうへっこんでいるんですよ。ただこうなんか肩をガクッと前に出すと下腹もペコッと出ちゃうんですよ。これどういうわけなんですかね。私はなんていうのこのね、そう体幹をこう鍛えるようなそのトレーナーでもないし、全然それを勉強してるわけじゃないんですけど、自分のね体験からあらまね、なんか肩がこう前に出てると一緒にお腹も出ちゃうなみたいなそういうのは自分の体験の中から感じてることなんですね。やっぱり年齢がなんかいって気が付くのは歩幅がちっちゃくなっちゃったんですね。歩幅なるべく歩幅を大きく取りながら歩くんです。私意識して。結構ハイヒールでそれされるんですよね。ハイヒールはなぜハイヒールかっていうと、ぺっちゃんこな靴ばっかり履いてるとやっぱり後ろにこう行くのでお尻がやっぱり下がっちゃう。あ、そうなんですか。って言われてるんですよ。でもつま先で立ってるっていうことは基本的には前に体重がいくじゃないですか。そうすると自然に足に筋肉がこうだからそういう意味ではこの美容にねとても詳しい方たちは常にね前横後ろを見なさいっていうふうに言いますよね。気にしてる人ってほんの一握りだと思うんですね。それこそそういう職業のモデルさんとかね、そういうファッションとかね、そう美容に携わってる方たちは見てると思うんですけど、私たちみたいに一般の人はねなかなかそう。一般の人ではないと思いますけど。でもあんまり熱にセレブじゃないですか。いやありがとうございます。でもなかなかねそういうチャンスがないから、どうしてもなんかこうなんか気がつかないっていうか、やっぱりお顔はとても大切ですけども、でも本当は人はあんまり顔よりももっと他のところを見てたりするんじゃないかなって気もするんですけどね。皆さん鏡の前の1メートルとか30センチとか近くで見てるじゃないですか。でも本当は少し離れた距離から自分を見るとその自分っていうのがよくわかると思うんですよ。それはでもすごく貴重な美容のこだわりだけではなく、いろんな意味で貴重なお話ですね。そうですかね。なんか役に立っていただくと、とりあえず肩はねなるべくこう前に出さないようにしていただくっていうことと、やっぱりお顔もそうですけど髪の方がたくさん人が見てることが多いっていうのと、あんまりなんかシワとかシマとかない方がもちろんいいですけど、それよりももっとやっぱりなんていうのかな、体系的なものにもっと集中した方がやっぱり若く見えるんじゃないかなっていうのが私の意見なんです。恵子さんすごくねお肌が綺麗でいらっしゃるんですけど、お風呂とかシャワーとかどんな感じ？絶対にお風呂で入りますね。どんなに毎日湯船に浸かる。はい。どのくらい浸かるんですか？長くはないですよ。10分ぐらい。10分でも湯船に浸かる。そうです。それどうして？湯船に浸かってる時にその時に自分でこうちょっとこう指圧したりするんですか？その時間に。疲れたなって今日はなんか
怒ってて疲れたらだけどよしよしみたいな。マッサージはしないですね私。押すだけなんですか？そうです。指圧みたいにしてちょっとグッと押さないですよね。でもなんかね押してたらなんかこうなんていうのかな、顔がこうすっきりするっていう。だから私の場合はね結構ね誰かに教えられてやってるよりもなんか自分の体験から自分がこれが一番なんか合ってるっていうようなね。なんか本能に触れ出して。そう本能的になんかねなんかいろいろやってるうちになんか一番これが自分に合ってるなと。お風呂ってすごくいい時間じゃないですか。で例えば多分皆さんもやってらっしゃると思うんですけど、だって日本っていろんな温泉の素があるじゃないですか。はいはい、パウダーをこうバスクリーンみたいなやつ。そうとかそうだし、例えばどこどこの温泉の箱根の温泉の素とか草津の温泉のものとか、ああいうものを入れるとある意味ではリラックスもするんじゃないですか。本当は入れたいんですけど数に限りがあるので使っちゃうとなくなっちゃうので、日本に行った時には買ってくるんですけど、初めの時バーッと入れてなくなっちゃう、そうだなくなっちゃったな次にいつ日本に行くのかなみたいな、誰か持ってきてくれないかなと。だから日本からいらっしゃる方いらっしゃるんでしたらぜひ温泉の温泉の素よろしくお願いいたします。私どこの温泉でも結構ですねでそれだからお肌がこう綺麗な秘訣の一つですよね、きっとやっぱ血行。でもね結構ねせっかちなんですよ。っていうのはその10分の間に何にもしてないわけじゃなくて何かしてるの。いや押したりもそうだし、あと例えば固まっちゃったアーモンドオイルとかをなんか湯船の中に入れて溶かしながらそれを待ってたりとか。アーモンドオイルはボディーローションの代わりに使ってるんです。あ、そうなんですか。だけどすぐ固まっちゃうんですよ。なんだか知らないけど。なるほどね。そうボディーローションの代わりに使ったりとか、あとアーモンドオイルってなんか口の中にずっと含んどくと菌を殺してくれるらしいんですよね。なんかどっかで読んだんですけど、オリーブオイルでもいいみたいですけどね。なるほどね。なるほど。だからアーモンドオイルも美の秘訣ですよね。ボディオイルから使っている。そうですね。コメちゃんがね来るんじゃないですか。犬ってなんかボディーローションとかつけてると来るんですよ。なんか匂いをこう嗅ぎに。でペロペロとか足とか舐めたりするんで、だからアーモンドオイルだったら舐められてもいいかなと思って。そういうことですね。害にならない。害にならない。コメちゃんのこともコメちゃんのことも考えて、それでアーモンドオイルということになりました。なるほどね。すごい楽しいお話ですよね。美容のこだわりなんですけれども、恵子さんらしい一石二鳥で、楽しいお話で、本当に今日はありがとうございました。はい。